こんにちは。まーちゃん日本語ポッドキャストのまーちゃんことまゆかです。今日はね、タイトルにもある通り、今回は日本語の勉強をやめようと思ったら聞いてほしいポッドキャストというテーマで話そうと思います。このポッドキャストを撮っているのは2024年12月3日です。この配信ではタメ口でお話をします。これから私は普段友達と話すみたいにタメ口で話します。もし難しかったら字幕をつけて聞いてみてくださいね。字幕はね、普段は英語とか4カ国語ぐらいはつけてるんだけど、他の国から聞いてくれている人もいるかもしれないし、もし私の国の言葉の字幕をつけてくださいってリクエストがあったらコメント欄で教えてくださいね。じゃあ今からタメ口で話すね。みんな元気？初めて聞いてくれた人もいつも聞いてくれている人も私のポッドキャストを聞いてくれて本当にありがとう。どうして今日のテーマを日本語の勉強をやめようと思ったら聞いてほしいポッドキャストにしたか、まず最初に理由を話しておこうかな。私ね、普段は朝早く起きて勉強してるんだけど、今さ、12月じゃん。日本は冬でもうどんどん寒くなってきてさ、朝起きるのが辛くなってきたの。私が住んでるのは木造の木でできた家なんだけどさ、もう朝すっごい寒いの。もうすっごい寒くて、寒いとさ、もうなんか朝早く起きるのが面倒になって、起きなきゃいけない時間ギリギリまでベッドにいたりして、生活のリズムっていうの？生活のリズムがどんどん狂ってくんだよね。それで、今日の朝は勉強できなかったなとか思いながら仕事行くじゃん？で、仕事終わって家に帰ると疲れちゃってて勉強する気にもなれなくて、それでまた次の日も朝起きるのが辛くてギリギリまで寝ちゃうみたいな。勉強が嫌になったわけじゃないんだけど、なんか頑張れないなーって日が続いてて、だからもしかしてみんなも勉強のやる気が出なかったりね、勉強することが辛くなったり、もうやめようかなって気持ちになる時があるのかなって思ったんだよね。みんながもし日本語だけじゃなくて他の勉強だったり継続して頑張っていることに対してやる気が出なくなっちゃった時に、励ましたいとか元気を出してほしいとか、もうそんなすごいスケールの大きい話じゃなくて、ただもしそうなった時にそんな自分自身を責めないように、自分自身を嫌いにならないようにメッセージを残しておきたくて、このテーマで配信しようって思ったんだ。決してこのポッドキャストを聞いたらやる気が出るようになりますとか、魔法のような効果みたいなものはないのでスマホをいじりながらとか、お菓子食べながらとか、ベッドでゴロゴロしながらとか、日本人の友達と話しているような気持ちで聞いてね。そうだ、YouTube で動画として見てくれている人は、説明欄にタイムスタンプ作っておいたから、聞きたいところだけ選んで聞いてね。テーマの説明はこれくらいにして、話の内容を4つくらいに分けて話そうかな。まず1つ目は、日本語を勉強しようって思ったのはどうしてだろうって話と、2つ目は、絶対に人と比べない、自分を責めないでって話と、3つ目は、テキストを開いて、机に向かって勉強することだけが勉強じゃないよって話と、4つ目は、もうどうしても無理だったら少しお休みしてもいいんじゃないって話ね。
最後にまとめみたいな感じで少しお話をして終わりにしようかなって思います。さっきも言ったけど、気になるところだけタイムスタンプ使って OK だよ。とにかくリラックスして見たり聞いたりしてほしいなと思ってます。敬語になっちゃった。はい、じゃあまず一つ目のみんなはどうして日本語を勉強しようって思ったのって話ね。多分これは本当にいろんな理由で日本語を勉強しようと思ってくれたんだと思うんだけど、まず最初に伝えたいのは、どんな理由だったとしても日本語を勉強したいと思ってくれて本当にありがとう。日本人として本当に嬉しいです。嬉しいですって敬語になっちゃった。だって本当に嬉しいんだもん。正直ね、涙が出そうなくらい嬉しいし、私は全力で応援したいって思ってます。また敬語になっちゃった。実はね、私が日本語の先生になりたいって思ったのも、それが理由のうちの一つでもあるんだ。みんなの中には、アニメとかアイドルがきっかけで、日本や日本語に興味を持ってくれた人もいるだろうし、和食とか着物とか、日本の文化に興味を持ってくれたかもしれないし、日本で働きたいなとか、日本に留学したいなって思ってくれている人もいるかもしれないよね。日本語を勉強しようと思っている人の数だけ理由があるし、年齢や住んでいる国や日本語をちょっと知ってるよっていう状態から始める人もいれば、全く何にも知らない状態で始める人もいるし、スタートラインだって人それぞれだよね。いろんな状況、いろんな理由で日本や日本語に魅力を感じてくれて勉強しようって思ってくれたんだよね。もうそれが本当に嬉しいんだ。ありがとね。本題に入るね。もしみんなが勉強のやる気が起きないとき、辛くなっちゃったときは、自分がどうして日本語を勉強しようと思ったか思い出してみてほしいんだ。これをね、日本語で初心に帰るって言うんだけど、初めて日本語を勉強したいと思った心に帰る。初心に帰るとか、二つの漢字があるんだけど、正直、ほぼ同じ意味で、どっちでも通じる。私も正直わかんない。私もね、日本語を勉強しなきゃって感じなんだけど、一緒に勉強しよう。とにかく、初めて日本語を勉強してみたいって思った時のことを思い出してみてね。初心に帰ってみてね。外国語を勉強することってさ、自分の知らない世界を開拓していくみたいで、すっごくワクワクしない？私にとっていろいろな国の文化や言葉って一つ一つがキラキラ輝く宝石みたいで、とっても魅力的なんだよね。実は私、BTS が好きで韓国語勉強してるんだけどさ、でも韓国だけじゃなくて、いろんな国の言葉や文化にも興味があるし、それを知ることができたとき、扉が一つ開いたような気がするんだよね。なんか、うわー、また一つ知らないこと知れた。この世界は私の知らないことがたくさんあるぞって。私は食べることが好きで食いしん坊だから、この世界にはまだ私の知らない最高に美味しい食べ物があるはずだっていつも夢を見てるよ。話がそれちゃったけど、多分みんなも日本語を勉強したいと思ったり、日本について知りたいと思った時、ワクワクしたと思うんだよね。それを思い出してほしいんだって話。どうかな？ちょっと思い出せたかな？これ全然話まとまってないね。大丈夫かな？とりあえず二つ目いくね。二つ目です。次二つ目。絶対に人と比べない。自分を責めないでって話なんだけど、これは本当に絶対にやってほしくないことなの。人と比べていいことなんて一つもない。人と比べていいのは
比べた方が頑張れるタイプの人だけにしてください。人と比べて落ち込んじゃうことってよくあると思うし、私もよく落ち込むタイプだから気持ちがすっごくわかるけど、例えば友達と勉強を一緒に始めたのに、友達の方が日本語上手になるの早いなとか、日本語の学校に通っている人とかは、もしかしたら同じクラスのあの子はすぐ日本語が上手になっているなとか、すぐペラペラに話せるようになったなとか思っちゃうよね。でも絶対に比べちゃダメだよ。自分がうまくできていないように感じて、周りがすごくできているように感じることをことわざで、隣の芝は青く見えるって言うんだけど、簡単に言うとね、自分の家の庭に生えてる芝より、隣の家の庭にある芝の方が綺麗に見えて、羨ましいみたいな意味の言葉なんだけどね。隣の芝は青く見えるってことよくあるよね。でも、これまで頑張ってきた自分のことをまずは褒めてあげてね。絶対にできるようになったことがあるはずだから。日本語の勉強を始めようって思った日から今まで全く成長していない人なんて一人もいないからね。だってさ、日本語の勉強を始めようって思ったらテキスト買って見るじゃん？ひらがなのあいうえおから覚えて書いてみるじゃん？もうそれだけで一歩踏み出してるって思うんだよね。初級の人はまず日本語を読めるようになったってことがすごいでしょ？中級や上級の人はもう膨大な数の単語や文法を覚えてきたわけじゃん。確かに隣の芝は青く見えるかもしれないし、そう思うっていうのは誰しもあってしょうがないことだと思う。けど自分の足元をよーく見てみてって。もうすっごい綺麗な芝育ってるよって話なのね。できないことばっかりを見ないで、知らない単語、知らない文法がどんどん出てくるけど、最初はできないに決まってるよ。だって知らないことを知るのが勉強じゃん。ね。だから最初は上手にできなくていいし、最初から単語を完璧に覚えられなくていいし、最初からペラペラに話せなくていいんだよ。頑張って勉強している自分をまず褒めてくださいって話でした。次、3つ目ね。3つ目はテキストを開いて机に向かって勉強することだけが勉強じゃないよって話ね。これはこのままの意味で、机に向かって問題を解く気が起きなくても、アニメとかドラマとか映画とか見てさ、今のセリフなんて言ったって疑問に思ったら、知らない単語を調べてみるとか、それこそさ、緑色の鳥のキャラクターが出てくるアプリとかさ、あれ日本語あんのかな？わかんないけど、宣伝じゃないよ。宣伝じゃないんだけど、緑色の鳥のキャラクターが出てくるアプリとかあるじゃん？携帯でできるやつ、スマホでできるやつとか。もし、一人でね、勉強してて、テキストを使った勉強が辛いなって感じたら、違う勉強の仕方を探すっていうのも気分転換になっていいと思うよっていう話。このトピックだけ超短いね。もし具体的なね、方法が知りたいって思って見てくれている人がいたら本当にごめんなさい。本当に中身ないよね。先に謝っておきます。ごめんなさい。じゃあ4つ目ね。どうしても無理だったら少しお休みしてもいいんじゃないって話。外国語の勉強ってさ、本当に道のり長いよね。多分終わりがないような気がする。私は
韓国語が少しわかるだけで、日本語以外を流暢にね、ペラペラって話せるわけじゃないから、これは完全に推測なんだけど、語学って多分一生続く勉強だよね。だから今もしどうしても辛い、勉強する気が起きないって思っている人がいたら、一回そこで立ち止まって、まずは自分のコンディションを整えることが一番大事だと思うよ。例えば、日本語っていうゲームソフトがあるとして、ゲームを進めるのに疲れたら、一回セーブしてさ、データを保存しておいて、違うゲームやってもいいし、なんなら何もやんなくてもいいし、ね。またやりたくなったら、続きからゲームすればいいと思わない？まあでもあんまり時間が経っちゃうと、セーブしといたはずなのにデータが消えてて、完全に最初からになっちゃうっていうのが語学っていうものだと思うんだけど、今さ、12月の1週目だから、もし勉強お休みしたいなとか、もう日本語の勉強諦めようかなとか思ってて、自分の意思でお休みできるよって人がいたらさ、12月中はお休みしてみる？だってクリスマスもあるしさ、年末だからテレビ面白いのいっぱいやるじゃん。いっぱい放送するじゃん。で、なんか、クリスマスとか新年って家族で集まったりさ、親戚と会ったりさ、いろんなイベントがあって忙しいし、だから12月中はお休みして、それでさ、切りよく2025年1月になったら、新年からまた始めるっていうのどうかな？私もそしたら1月から勉強再開しようかな。一緒に頑張ろう？どうかな？なんか本当に友達と話すみたいに話しちゃった。もし上から目線になっていたり、失礼なことを言っていたらごめんね。一緒にお休みしようって言ったけど、強制じゃないから、頑張れそうだなって思った人は頑張ればいいし、1月もお休みしたいなって思ったらお休みしてもいいし、それはね、自分で決めていいからね。はい、こんな感じで、みんなに向けて話すつもりが自分にも言い聞かせながら話してました。私も勉強頑張るね。みんなのことを応援してるし、一人じゃないからね。みんなのお役に立てるようなポッドキャストを作れるように、私も頑張るので、このポッドキャストいいなーって思ってくれたら、高評価ボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。これからもたまにタメ口でポッドキャスト撮ってみようかなって思っています。それでは今日はここまでにするね。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。